は、バッチです。さあ、今週も、バッチのレガタ劇場玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。イエイ。はい。ということでですね、今週も、毎週土曜午後9時半からの定期的な、玩具レビュー生配信のお時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしたでしょうお過ごしでしたでしょうか。いやー、いつも以上に口が回っておりません。いやー、何せちょっと、今回ね、いつもね、大変だ、大変だ、なんていう風に、あの、ぼやいているんですけれども、もう今回はですね、もういつも以上に、はい、ちょっとハードな状況でして、もうね、結構今週1週間やられましたね。もう、結構ね、1週間かなりハードな状況だったんですけれども、追い打ちをかけるようにね、金曜日にもう、当日出張で、遠出させられまして、で、結構体使ってね、仕事した上で、さらにね、そのまんま取って返して、今日はですね、朝からね、学校の保護者会があったので、ゆっくりも眠れず、えー、保護者会に行きつつですね、でもう帰ってきたら帰ってきたで、今度ね、子供の面倒見てね、飯作ったりなんだして、で、その後ね、勉強の、やっぱりね、中学生なんで勉強させなきゃいけないということでね、勉強をやらせつつ、なんかね、いろいろあったんですよ。でもね、さすがにちょっと体にガタきてて、もう結構ね、喉も今ちょっと若干やられてですね。いやー、免疫も相当落ちてるっぽいですね。だからなんか学校関係のところ行くとね、ちょっと体調悪くなるんですよ。あれが弱い時はね、免疫が弱い時は。もうね、そんな、ほんと、かろうじて生きてるようなそんな感じのおじさんなんですけれども。いやー、ようやっとね、それらから解放されてですね、もう単純におもちゃと向き合えるね、ようやっと時間が作れましたので、いやー、少しほっとしております。ほんとね、なかなか1週間でゆっくりできる時間っていうのもないですからね。結構生配信、最初ね、去年始めた、去年、一昨年の末ぐらいだったっけに、始めたんですけれども、ね、その時はもうできるかな、みたいなね、もうスケジュールそんな毎週必ず1回ね、切れるかな、なんていう風にね、結構ちょっと不安視はしていたんですけれども、いやー、このね、玩具レビュー生配信をやる、やることに、やれるようになってからですね、やっぱりおもちゃとコンスタントにこうやってね、向き合える時間がね、必ず1週間に1回ね、作れるというね。で、この生配信あるよっていうのをね、ちょっと家庭で定着させるとですね、これを、言い訳っていうのはおかしいんですけれども、はい、生配信があるっていうことで、もう、強制的にですね、子育てとかの、席からですね、逃れられるというかね、逃れられるっていう言い方もおかしいんでしょうけど、手放しでね、手放しすることができるので、いやー、こういうのってのは大事だなと思いますね。うん。
やっぱりね、こういう決まりがないと、やっぱ自分の中でもね、できるんだからやっちゃうっていう感じで、際限なくちょっとやっちゃうんですよね。だからね、全部自分のこと後回しにしてやっちゃったりするんで、精神的にね、あんまり行き過ぎちゃうと良くないですからね。だから自分自身にも決着をつけてですね、おもちゃにと向き合える時間っていうのを、やっぱ自分自身の中で設定するのって難しくて、だから生配信があります。ちゃんとね、参加してね、ご参加してくれてる仲間たちもいるんですという風になると、もう自分の中でもそれは行かなきゃダメでしょっていうね、納得ができますので、なんだ、恥じることなくおもちゃで遊ぶというね。おじさんになると、おもちゃ一つで遊ぶにもめんどくせえ理屈が必要になってくるんですよ、本当に。などとね、言いながら、愚痴の一つもこぼしたいもんですからね。なので、ここでね、盛大に愚痴を吐くというね。非常に配信者としてあるまじき、はい、姿勢で臨んでおります。あ、コメントいただいてますね。スネマさん、こんばんは。どうもスネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。今日はトイザラスでギャバンインフィニティのデラックス電子潮流ギャバリオンドルネードなどを買いました。オレンジャーロボ来た。山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ドルネードですね。ギャバンの、あれですね。強化オプションメカ。ギャバンのドルギランを模したですね。追加マシンですよね。第1弾のね、4体が出た後の、目玉のね、強化武装というか、真剣ジャーでいうところの大天空のようなね、そんな多分立ち位置のメカになるんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、第1弾の目玉メカっていう感じですよね。コンセプト面白いですよね。ギャバンになぞらえてるというかね。で、ちゃんと、コスモギャバリオンとね、マシン状態でもロボ状態でも合体できると。でマシン状態で合体すると、電子聖樹ドルのようなですね、感じの、ドラゴンと上に UFO が乗っかってるようなね、そんな形態になれたり、あとね、ロボモードでもちゃんと合体できるというね、そういう感じですよね。そして山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。はい。ありがとうございます。いつも、大変、励みになっております。ピラミッドのロボットがあればいいですね。こちらですね。オーレンジャーのね、基地ロボであります、キングピラミッダーですね。はい。こちらもね、ちょっとおいおい言っていきたいと思います。ケタさん、こんばんは。いやはや、1週間お疲れ様です。本当、一人自分時間は睡眠時間削らないと作れないな。眠い。ケタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、本当そうですね。もう本当ね、自分の時間は睡眠時間とトレードオフなんですよね。わかります。もう僕もそんな感じですね。だからなんかミニプラ作るってなると、やっぱ眠る時間は少なくなりますよね。だからね、なんか情熱が必要になってくるんですよ。作るためにはね。なんか暇つぶしで作ってるわけじゃなくて、なんか命の灯火と引き換えになんか作ってるみたいなね。そんな感じですらありますからね。なんか一人のね、時間で意外と
やっぱロボットと向き合ってる時間って、憩いの時間でもあるんですけど、やっぱ脳が活性化してる時間でもあるんですよね。だからこう、ああ、これできるんじゃん。あれ、こういう風にやればいいんじゃないの、ああいう風にやればいいんじゃないのとかっていう風に思ったりですね。しながらいじったりしてるんで、意外とね、カロリーを使ってるんですよ、無意識に。いや、だからね、もう疲れたーってなった時はね、結構いじれないもんなんですよね。うん。だから、もうそうなった時はもう脳が脳死状態になってるんで、そういう時はもう動画をね、眺めたり、X 眺めたりっていうことしかできなくなっちゃうんですよね。で、結構家庭内だとね、もうそういう状態になっちゃいますね、どうしても。前は結構ミニプラのパチ組をやってたんですよね。あの、必ずね、ミニプラ、スーパー戦隊ミニプラ出たら、必ず3セット買ってたんですよ。そうそうそう。そんで、1セット目は、あの、ガチ制作ですよね。うん。もう塗装したり、穴埋めしたり、改造したりして、ガチで制作するやつ。で、2つ目が、パチ組用なんですね。そういう小難しいですね、塗ったり削ったり埋めたりとかっていうことはしないで、もう単純にこのパチパチね、作ってシール貼ってっていう通常の、はい、楽しみ方をしつつ、こいつをですね、改造のテストベッドにするというかね、一回作ってみて、どこが、肉抜き穴がひどいのかなとか、でどうやって組み合わせればスムーズに合体できるかなとか、俺合体はこうどういう風な組み合わせがいいかなとかっていうのをこう考えるためのテストベッドとしてパチ組みを作るんですよね。でもう一個は保管用ですよね。作らないで保管しとくってやつ。この必ずね3セット買ってたんですよ、ずっと。でパチ組みをする用のミニプラを作るのは結構ね、家庭の時間、ご飯待ってる間、テーブルでちょこっとずつパチパチ組むとか、そんなことやってたんですけど、いやー、最近はちょっとできないですね。もう本当に。もう、グロッキー。何なんですかね、もうね、年齢みたいなのもあるかもしれないし、あとはこのスーパー戦隊の作品に対する情熱みたいなのももしかしたらあるかもしれないしね。もう、ゼンカイジャーとか、ドンブラザーズとか、キングオージャーとかね、もう結構、ね、キラメイジャーとか、リュウソウジャーとか、もうそこら辺はもうね、バリバリでしたね。ものすごい無限の意欲が湧き出てた感じだったんですけど、いやーもうちょっとね、なんか、わ、なんかそういうエネルギーがですね、なかなか出なくなっちゃったというかね。いやー、生活に疲れすぎてるっていうのもあったり、あとは、結構ね、子供の子育ても結構大変なフェーズに入ってしまったとか、あとはうちのチビがスーパー戦隊から離れてしまって、ちょっと意気消沈してしまったとか、いろんな要因はあると思いますけど、なんかね、ダメになっちゃいましたね。だから、家庭にいるときはね、こうダメなんですよ。もう、ロボットでもね、いじり用に、あの、持ってったりするんですけど、秘密基地からですね、何個か持ってったりしてるんですけどね、まあ、もういじれなくなりましたね。本当に。もう、チビもね、いじっててもノーリアクションなんで、もうなんかね、うーん、なんかそういう様見てるのも切なくなるしね。だから、なんか、やっぱりもうロボットはひっそりと一人で、楽しもうかな、みたいなそんな感じなんでね。だからこう、結構、やっぱ専用のね、時間を設けて遊ぶっていうのは大事ですね。本当に。チアさん、こんばんは。
最近ようやくプラデラギャバリオン改造に取り掛かりました。あ、どうも、チアさんよくお越しくださいました。ありがとうございます。おー、プラデラのギャバリオンですね。ははは。チアさんね、ミニプラのギャバリオンゴリゴリ改造みたいなのをやってらっしゃるんですよね。うん。だから、こう、プラデラを後回しにしていたみたいな感じなんですかね。うん。僕もですね、プラデラネオだけ今回は、やっておりまして、まあ、最近、ようやっとですね、こう結構、塗装がですね、まあ、8割方終わってきたというか、まだこれブラック入れてないんですけれども、こんな感じで細かく塗装を施してみました。まだね、こんな感じで、ね、ある程度こう、パーツばらして、大体のパーツはね、色を入れたかな、みたいな感じにはなってますね。うん。まあ、部分塗装全部終わったら、コーティングして、で、組み立ててみたいな感じですかね。うん。で、あれですね。いよいよ、プラデラの方の、オプションマシンたちもね、来ました。今日来ました。いや、今日だったっけ昨日だったっけなんか来ましたね。まあ、なので、ちょっとね、ぼちぼち、プラデラのね、ギャバリオンの方も完成させてですね、ミニプラオフ会に持ってこうかな、なんていうふうに思っております。いやー、結構ですね、この時間帯スタートしてのこの時間帯を使ってですね、ちょっとなかなか、アイドリングしております。暖気運転をね。いや、もうね、本当にね、疲れてるとね、頭も口も回んなくなってくるんですよね。いやー、結構ね、こう、ロボット、このオーレンジャーもね、なかなかこう、世間からね、非常にこう評価の高いね、ロボットでね、いろいろ言いたいこともいろいろあるので、やっぱりね、こう、回ってない頭で始めるわけにもいくまいということですね。玩具を前にですね、ただただちょっとダラダラ喋る時間というものがね、ちょっと必要なんですよ。本当はね、生配信を入る前に、ちょっとお酒を入れてですね、短期運転をしてから臨めばいいんでしょうけれどもね、もう本当、命からがらここに来てるような感じなんでなかなかそういうね、余裕もないんですよね。他のライバーさんたちってのはどうやってるんですかね。うん。スネマさん、ギャバリオン合わせ了解。ギャバリオン合わせ了解。おー、なるほど。OK。ということでですね、ちょっとだんだんエンジンも温まってきたかなと思いますので、やっていこうかなと思います。レビューの方ね。うん、今回ご紹介するのはこちら。ドドン。はい。調理機戦隊オーレンジャーからデラックスオーレンジャーロボ、それとデラックスレッドパンチャー。ね。そしてこれらを合体させた強化合体でありますバスターオーレンジャーロボですね。で、さらに後ろに控えております2号主要ロボでありますオーブロッカー。はい。これらを一挙に今回の生配信でレビューしていきたいかなと思います。イェイ。いやー、ついに来ましたね、オーレンジャー。いやー、これはね、非常にこう、楽しみにね、していたんですけれども、僕自身ね。うん。一応ね、オーレンジャー、まあ、皆さんほとんどね、ご存知の方ばっかりだとは思いますが、やはりね、アーカイブをご覧になっていて、
あんまり知らないよという方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっと軽くね、調理器戦隊オーレンジャー軽く触れていきたいかななんていうふうに思うんですが、はい、こちらはですね、1995年に、放送が開始されましたスーパー戦隊シリーズですね、の、第19作目かな第19作目にあたります、スーパー戦隊でございます。ね。で、こちらの、オーレンジャーは結構ね、記念戦隊的な触れ込みでですね、スタートしておりまして、で、その時はどういうことかっていうと、これはですね、20周年記念作品っていう名目で、はい、放映されたものなんですよね。なので、結構節目の、今回は、このオーレンジャーの時も周年なんですよね。周年で20周年ということで、くくられまして、放送されたものだったようです。なので、結構ね、大々的に、スーパー戦隊のテこ入れを、したというような内容ですね。で、こちらに関しましては、やはりですね、銘打たれたのは原点回帰ですね。ゴレンジャーなどによる昭和戦隊への原点回帰を目指したものになったようですね。うん。なので、このオーレンジャーは王道のスーパー戦隊ヒーロー像に回帰しようというのがコンセプトだったようですね。やっぱりここにあるのは、10レンジャーから始まっておりますパワーレンジャーですね。このパワーレンジャーとの対比というかね、パワーレンジャーが欧米で大ヒットしたことを受けてですね、国内の新作のスーパー戦隊もその煽りを受けてですね、じゃあパワーレンジャーに対してどう差別化していくのかっていう、はい、そういった立ち位置からもいろいろ企画を練ったものになっているようですね。なので、結構ね、10レンジャー以降ね、少し一風変わったような立ち位置で、ね、リーダーがレッドじゃないとか、なんかそういう、少しスーパー戦隊の王道から外れたようなパターンみたいなものを、いろいろ試してですね、やっていった流れがあったんですけど、ここでオーレンジャーで一旦切ってですね、はい、やはりスーパー戦隊はレッドが中心で、レッドがメインっていう感じの作り方をしてみたりですね。今まで普通の人だったのが突然スーパーヒーローになるんじゃなくて、もう最初からもう戦闘のスペシャリストたちが戦う。もう憧れ性を追求したような子供たちにね、憧れるような、そういうね、強くて優しくてっていうような、そういうスーパー戦隊を目指して分かりやすくてみたいなね、感じを目指したようですね。だから結構、そういったコンセプトがあるから、分かりやすい、あの、スーパー戦隊としてね、分かりやすいっていうところを、あの、ど真ん中のね、軸に置いてるから、こういうふうにね、顔とかもね、アイコン系の、ね、星マークであったり、横棒マークであったり、三角形だったりっていうような、はい、そういう感じを出してきたのも、やっぱり子供たちが親しみやすいようなシンプルさやアイコン性みたいなのを出してきた。そういうところがあるのかな、なんていうふうに思いますね。でも、じゃあ、そういう感じでね、すごくわかりやすくてシンプルで王道なんだっていうふうに思いつつ、ストーリー的には結構えぐい、シチュエーションだったりして、あの、敵がですね、バラノイアっていう敵なんですね。機械化集団みたいなやつらで、はい、そいつらがですね、地球を征服を目論むですね、
目論んでですね、月からこう攻撃を仕掛けてくるんですね。で、地球を支配して資源を全部牛耳って人間を奴隷化するっていうのを目的として月から地球へ侵攻してきている奴らなんですね。で、これはもともと地球側の超古代文明が生んだ遺産みたいなもんで、で、それらが暴走してですね、人間に牙向いたっていう、そういう話なんですけど、こいつらがですね、まず、物語スタート時点でもう結構やってきてるんですよ。だからニューヨークとかパリとかっていうのはもう実は陥落してる状態から物語スタートしたりして。で、物語終盤にはね、もうバラノイアの地球支配が完了しちゃったりするんですよね。だから、そっからの反抗作戦みたいな、取り戻し作戦というかね、レジスタンス活動みたいな感じで、やったり、結構ね、話筋も紆余曲折をしている。結構ね、なかなか面白い、お話だったりするんですよね。うん。それとね、オーピンクのね、オーピンクがね、可愛いんですね。可愛いしね、ちょいちょいエロ回みたいなのもね、挟んだりしてね。これがね、非常に素晴らしいですね。おじさんからするとそういうところも大事な部分になってきたりするんで、はい、こちらがですね、はい、なかなかね、そういうお色気系のやつもあったりします。さあ、そしてですね、まあ、今回ご紹介するのはこの3つのロボットなんですけども、この他にですね、この調理器センターオーレンジャーには基地ロボもあるんですよね。それがですね、追加戦士のですね、キングオージャーじゃなくて、キングレンジャーが、借ります、乗り、操っているですね、超巨大要塞ロボでありますキングピラミッダーっていうのが出てくるんですけど、はい。こちらの方はですね、次回に、またがらせてですね、次回に、ご紹介したいかな、なんていうふうに思っております。なので、今回はですね、オーレンジャー尽くしということでですね、2週にわたってオーレンジャーの方をレビューしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。いやー、やれやれ。ということでですね、ちょっと、早速ね、いじっていこうかな、なんていうふうに思うんですけど、山中幸雄さん、レッドパンチャーは電動ギミックがありますね。また欠品がありますね。はい。レッドパンチャーはですね、はい、はい、電動ギミックで、ガション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 って言ってね、パンチギミックがあるんですけど、あのこちらがですね、ちょっと私がですね、事前に、時間がなかったもので、申し訳ない。電池がですね、用意できておりませんで、そうそうそう、いつもね、用意してるやつが、炭酸とかはいつも用意してるんですけど、あとボタン電池とかは。だけどね、こいつね、単2なんですよ、単2。単2の在庫はなかったなということでね、急遽ご用意できませんで、今回はちょっと電動ギミックなしでご紹介したいかななんていうふうに思っております。チャーさん、核レンジャー、オーレンジャー、カーレンジャーの、ロボ展開のやりすぎ感、すごい好き。確かに。結構ね、まあ、ここら辺の年代のスーパー戦隊って結構そこら辺バラエティに富んでますよね。うん。だからなんかこう、うん。
なんかこう同じ流れで、特色出してね、いい感じの、元気があったスーパー戦隊の時代って感じがして、すごくワクワクしていいですよね。まあね、カーレンジャーもそうそうそう、バン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 出しましたね。こちらも、まあ今ご紹介したね、主要ロボの他にね、ガンマ人ですとか、そういったようなね、あの、ちょっと色物系の、ギミックをね、搭載した、単発ロボみたいなのもあるんですよね。うん。なのでね、結構ね、バラエティ豊かなんですよね。うん。チャンさん、オーレンジャーは、オーレンジャー、王道だけど、面のデザインはかなり攻めてますよね。いや、もうね、めちゃくちゃ、そうですね。やっぱりこの、マークをモチーフにしているんですよね。なんかこれが、なんだっけ、ESP マーク ?ESP カードか。ESP カードの、あれをモチーフにし、マークをモチーフにしているようらしいですね。この ESP カードっていうのは、なんか超能力的なやつあの、なんかこう、カードの裏になんかマークをつけて、で、それを投資して当てるみたいな、そういう感じのに、用いられてるんですよね。うん。で、これが超能力を実際にあるかどうかを科学的に検証するために、アメリカとかで使われていたようなものでして、はい。だからそういうところから、こう、超能力っていうところからの基礎から、そういったものを引っ張ってきているっていう、コンセプトなんじゃないかな、なんていうふうに推察するんですけども、で、その他に、やっぱりこう、科学力というか、その文明科学によって、こう、その超能力をこう制御する、自分のものにしていくっていうような感じなのが、感じが、オーレンジャーのテーマになっている。だからこう、オカルトで、オカルトパワーですじゃなくて、そのオカルトを科学の力で制御してやるというね。だから、なんかこう、いろいろね、名前も付けられるんですよね。その調力にもね。で、調力で、なんかすごいやつがあったんですよね。あ、そうそうそう。このオーレンジャーのその力、オーラみたいなやつ、不思議な力を使えたり、まあ、常人のね、数十倍のパワーを持ったりするんですけど、オーレンジャーたちはね。でそれを、生み出しているエネルギーみたいな超能力がありまして、それがね、TH エネルギーってやつがあって、テトラヒドロンエネルギー。でこいつが、まあ、全ての超能力というかね、全ての力、力をね、人間の力を増幅してみたり、はたまたね、このテレキネシスみたいなものをやってみたりですね。はい。まあ、あとはね、もう、その時不思議なことが起こった的なね、なんかこう、いろんな現象を起こしちゃうような超能力を使えたりするんですけど、それらはすべてテトラヒドロンエネルギーというものを利用して、はい、やっていると。だからその TH エネルギーをどう制御するのかっていうところに、はい、科学を用いておりまして、だからその科学を用いてやるので、まあ、彼らはね、職業軍人なんですよね。だから軍隊の方で、ちゃんと民生の、技術ではなくて、ちゃんと軍が管理管轄して行っているスーパー戦隊ね。まあ、だからもうまさに戦隊なんですよね。うん。だからこいつら空軍なんですよ。空軍。で、いつもいるね、司令ポジというか、司令官ポジの人が、参謀長っていうね、三浦参謀長っていうね、あの、結局指揮官も、この階級章呼びされるような、やっぱ軍隊っていうところの、エッセンスをかなりね、強く出しているところでもあるという、というのが、オレンジャーのね、結構特色だったりして、なかなか面白いところはありますよね。
えっと、えーっと、山中由佳さん、佐藤珠緒さんですね。あ、はい、オーピンクね。オーピンクの役者さんは佐藤珠緒さんという方です。あの、まあ、結構ね、まあ、結構有名な方に、ね、オーレンジャーの後ね、結構、お色気系の方で有名になったりしてね、一時期ミニスカポリスとかもね、やってらっしゃったりしてね。ただね、すごいね、あと、結構ね、頭の上にね、こうやってて、プンプンみたいな感じでね、ぶりっ子キャラで、結構一世を風靡されたね、非常にこう、有名な、売れたスーパー戦隊の役者さんっていうことですね。うん。だね、非常に可愛いんですね。うん、それはいいか。それはいいね、おじさんはね。おじさん色はいいね、もうね。うん。チェアさん、昔、バイクツーリング中に古い玩具屋でキングピラミッドを発見。買うと決めたがバイクやんと泣く泣く諦めました。チェアさんバイク乗られるんですね。いやー、まあ、バイクはね、積載するね、容量が限られますからね。キングピラミッドはちょっとなかなか積みづらいでしょうな。しかもツーリング中はちょっとやめた方がいいでしょうね。いや、でもバイクもいいですね。うん、僕もずっとバイクに20年ぐらい乗ってたんですけど、まあ、結婚して泣く泣く手放すことになりましてですね。もう今やね、もう乗らずに、乗らなくなってからもう10年ぐらい経っちゃうんですよね。いやー、でもね、未だに、こう、バイクでキャンプツーリングみたいなのやりたいなーなんていうふうにね、思ったりしますね。すいません。レッドパンチャー、当時持ってた、懐かしい。オレンジャーロボは未所持。あるあるですね。昔はそうですよね。2号ロボは持ってるけど1号ロボ持ってないとかね。1号ロボ持ってるけど2号ロボは持ってないみたいなね。で1号2号持ってるけど基地ロボ持ってねえとかね。そう、全部揃えるっていうのはね、昔の男子にはね、結構ね、鬼門だったんですよね。うん。なかなかこう難しかったんですよね。至難の技だったんですね。うん。チェアさん、解決ズバットを見て、嫁さんが参謀長は改造人間の探偵で、青だったり、虹色の人だったんだねと、まとめてみました。なるほど。その中にぜひ V3 を入れてやってください。改造人間で入ってるか。改造人間で探偵が、確かに確かに。もうね、参謀長はすごいんですよ、本当に。三浦参謀長のね、眼圧ときたらすごいものがありましたね。だからこう、やっぱまさにこう、あそこのポジションは重鎮のポジですからね。うん。その重鎮の中でも、ザ重鎮ですよね。そっか。だから三浦参謀長は、あれなんですね。そうね。青だったり、虹色の人だったりなんですよね。スーパー戦隊でもね。うん。あの、ゴレンジャーの青レンジャーだったりですね。あとは、ジャッカー電撃隊のね、ビッグワンだったりね。うん。V3 であったり、ズバットであったりね。もう、スーパー戦隊の、もう、日本のスーパー戦隊士の中にね、ど真ん中を行く、俳優さんだったりしますのでね。うん。まあ、もうスーパー戦隊のね、こう、司令官ポジをやらせたらこの人しかないだろうっていうぐらいすごい方だったんで、まあ、オーレンジャーっていうのはそういう意味でも素晴らしい、やっぱスーパー戦隊のこう、節目のね、うん、ところをこう、もう一回スーパー戦隊王道に戻すっていうね、うん、ところに、の重責をね、担った、まあ、スーパー戦隊史に残る、はい、レンジャーになったと思いますね。
砂川さん、オーレンジャーロボは友達のマー君が、正人君が持っていたので、一緒に遊んだ時だけ合体遊びができました。キンピラも、キンピラ持ってた友達はおらず。昔はそうね、友達たちと力を合わせてやりましたね。僕もそうでした。まあ僕の場合のマー君は、そういう感じじゃなかったですけどね。僕のところのマー君は全部持ってました、一人で。うん。もう嫌なやつでしたよ、本当に。もういいか、マー君話は。いや、でも昔はそうでしたね。コンテンツがいっぱいありすぎるんで、一人の財力では到底、満喫できないんですよね。多すぎて。ね、だから僕の時も、やっぱり、そうですね、トランスフォーマーを持っていること、スーパー戦隊持ってること、他のね、ロボット持ってることで、集まってですね、お互いこう、交換して貸し借りして遊んだりですね。あと、ちょっと、大きくなってからだと、スーパーファミコンとかが、ね、流星を極めてた頃に、ちょうど僕が中学校とかね、小学校高学年とかだったんですけど、やっぱね、一本一本のソフトが高いんですよ。だからね、まあ、中古を漁るしかないし、中古でもね、遊べないですね。なので、もう、友達の中で分担で買うんですよ。持ち回りで。で、買ったら、クリアして回す。クリアして回す。クリアして回すってね、5人ぐらいでこうね、やったら5本のソフトがね、楽しめるので、こう、5人で買ったら、こう、じゅんぐりじゅんぐり、こう、ぐり、ぐり、ぐりっていう感じで、こう、貸し借りをしてですね、常に遊ぶというね、そういう頭の使い方をしてましたね。で、一巡したら全部中古屋に下ろすんですよ。で、上がった金でまた新しいの買うというね、そういうサイクルをしておりました。やっぱりどの年代も、やっぱり男の子たちは頭使って遊びますね。素晴らしい。根性たくましいです。ということでですね、ちょっとお話をしてても、長くなってもね、あれですので、ちょっと遊んでいきたいかな、なんていうふうに思います。まずはですね、オーレンジャーロボ、こちらの方から遊んでいこうかなと思います。いやー、なかなかすいません。ちょっとね、今日、相当ね、頭が回ってなくていつも以上になかなかこう、口が回んないというか、頭が回らなくてですね。はい。ということでですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。少々お待ちください。はい。では、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい。です。オーレンジャーロボは、こちらのですね、まあ、原点回帰という形で、このような形で5体の調理器モビルたちが合体してですね、ロボに、合体するという、そういう趣旨、ギミックを持ったロボになっております。それでですね、この5体が、レッドが乗ります。こちらが、スカイフェニックスですね。スカイフェニックス。ね、和紙型、和紙なの、今度、和紙かな和紙型のメカです。飛行メカですね。で、こちらの方がブルーが乗ります。ダッシュレオンですね。ダッシュレオンです。ライオンというかスフィンクスというかね、そういう感じですね。で、こちらの方がグリーンが乗りますグランタウラスですね。
牛型、お牛型のロボットになっております。で、こちらの方が、はい、こちらの方がですね、ピンクが乗りますモアローダーっていうね、ちょっと分かりにくいんですけど、こちらね、モアイですね。モアイ型のメカです。すいません。展開してなかったですね。モアイ型のロボットですね。で、こんな感じで。まあ、ここが顔ですね。鼻で、目で、じゃちょっと口で、モアイっぽい感じの、はい、やつで、ローダーですね。ちょっとサンバルカンロボっぽいですよね。うん。で、ここに、両サイドにミサイルランチャーを持っていて、ここに砲台が1個あるというね。すみません、ここね、本来だったらこうピンクのシールがあるような、あるんですけども、ちょっとこれは、シールは欠品しております。はい。そしてこちらが、はい。こちらがですね、イエローが乗りますドグランダーですね。ドグーです。ドグーのメカですね。うん。これも砲撃メカになっているかなと思います。うん。なので、こう結構ね、足型メカですけれども、結構ね、両側に武装が張り出るので、かなりね、色一緒だし、似たようなね、足ロボなんですけれども、うん、形も結構違ってますし、横側に張り出るものもね、でかいので、なかなか、うん、差別化できてるんじゃないかなと思います。うん、なかなか面白いですね、これ。意外とこのね、はぶられがちな、おざなりになりがちな、足型メカなんですけれども、結構、思考が凝らされていて、なかなか面白いデザインだなと思います。はい。そしてですね、で、こちらのメカたちは、なかなかね、こう、一体一体面白いんですけれども、まあ、そっか。じゃあちょっと、おのおの見ていこうかなと思います。そっか。よすみません。ちょっと間違えてますね。こうでしたね。うん。まず一個一個、おのおののマシンをちょっと見ていきたいと思います。ね、スカイフェニックスはこちら。ね。レッドの乗る、まあ、メインのメカですね。うん。こんな感じで翼もクリックの入った関節が入っていて、結構前に翼を展開したり、横に出したりして、うん、ジェットマンの時のようなね、うん、かっこいい、割とこう、何でしょうか。まあ、戦闘機っぽい感じの雰囲気も出しつつ、ちゃんと鳥型メカっていう感じも出しつつっていうね、どちらも取っている、うん、なかなかかっこいいデザインかなと思います。またね、この着陸脚的にできるんですけど、こう前にこのような感じで、はい、起こしておくことも可能です。うん。まあ、稼働としてはそんなところですかね。まあ、あとは足がこう、回転したりして、という感じの表情付けは可能です。というのがこちらですね。スカイフェニックスです。はい、そしてこちらがダッシュレオンですね。ダッシュレオン。はい、こちら、オーブルーが操縦しております、ライオン型超力モビルですね。まあ、ライオンというか、スフィンクスというかね、そういう感じですね。で、これが、すごくね、オーレンジャーロボンとしてはね、秀逸だなと思います。うん。まずね、口は、このような感じで開閉可能ですね。でまたね、こう、やはり、こう、胸ライオンに来る、メカなので、非常にこの、
金メッキパーツがすごく面積多く取られていて、すごく豪華ですね。うん。またこう、足もね、こんな感じで、後ろにね、回したりすることもできますし、後ろ足に関してはこのような感じで、はい、開いたりすることもできるので、結構表情付けも可能です。前足もね、変形の都合上こんな感じで、はい、折り曲げ、軽く折り曲げることは可能ですね。うん。なかなか面白いなと思います。またね、この形を見ると、ライブマンね、なんだっけ、出てこねえ。ライブマンのね、ライオンメーカーがあるんですけれども、はい。あちらとも結構ね、似たような構造をしているメカだなということで、対比されることもあるんですけれども、はい、ライブマンね、から進化しているというのはね、この尻尾ですね。この尻尾、ライブマンの時には、別パーツで、ちょっと余りパーツ気味になってたんですね。一応武器としてライブビュートみたいな感じで、無知としてね、持てるんですけれども、まあ一応ね、分離したらちょっと余りパーツっぽくなっちゃうんですけど、こちらに関しましては余らずに、はい、肩の方にこうやって、あの、格納することができるようになっております。うん。というね、非常にこう、各年代にね、またがって、オーレンジャーが、スーパー戦隊のね、今までのスーパー戦隊をこうアップデートするっていう形もとっておりますので、その点で、なかなか素晴らしいメカになってるんじゃないかな、なんていうふうに思います。うん。そして、お次が、グランタウラスですね。グランタウラス。オーグリーンが、登場しております。はい。お牛型の調力モビルですね。はい。こちらもね、なかなか面白いので、あの、形形状というかね、ギミックを、持っておりまして、なかなかね、この変形のパターンから見るに、銀河マンがちょっとね、銀河レオンをちょっと彷彿とさせますよね。うん。で、こちらが、腰を構成するパーツになるんですけれども、こちらがね、こう縮むことによって、こう、一つのね、パーツを構成する。で、この4本の足が連なって、重なって、太い太ももを、構成するというね、面白い、こう、結構、思考を凝らしたね、ギミックを用意しております。うん。これはね、すごく面白いですね。まあ、その兼ね合いもあって、どこも動きません。もう完全にこの形状って感じですね。だけど、これがいいんですよね。うん。スーパーロボ、スーパー戦隊ロボって感じがして、僕はこれは、素直に、素晴らしいなと思います。そしてこちらね、モアローダーですね。先ほどご紹介した通りでございます。で、こちらは、はい、両サイドのミサイルを、このボタンを上げることで、はい、一発展開をするというね、はい、こういう、面白ギミックもあります。また、こちらに関しましては、コロがですね、6つついております。ね、でかいコロとちっちゃいコロが2つずつ、ね、ついておりまして、コロ走行で遊ぶというのも、こちらは可能になっております。また、こちら上の砲台は射角が取れるようになってますね。うん。こちらはこんなところ。で、まあ似たような形で、こちらドグランダーですね。はい、こちらのドグランダーも、モアローダーと同様にですね、ここでスイッチを入れることによって、一発展開が可能というね。いやー、これいいですね、なかなか。うん。またね、こちらもコロ走行で遊ぶことが可能です。ね。
またこれ、まあ、こちらがね、照射装置になって、レーザー照射装置みたいになっておりまして、まあ、砲撃ロボなんですけど、なんかちょっと見ようによっては、これだけでちょっとしたコロボっぽい感じもありますよね。ちょっと可愛い系コロボというか、うん。っていう感じにもなるので、うん、なかなかいいかななんて思います。僕、これコロボでも良かったんじゃないかなと思いますね。なんか、目で、目で、ね、手で、おっぱいおっぱいみたいなね。で、車、下半身は車輪みたいなね、ゲッター3的な感じの、うん、ロボットでもいい感じですよね。で、こっちは、完全に砲台、移動砲台で、こっちはちっちゃいロボっていう差別化があっても面白いんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。はい。というのが、調理器モビルのおのおののね、ご紹介でございました。この他にもですね、この調理器モビルはもう一つ形態がございまして、はい、それがですね、チャリオットフォーメーションっていうね、モビ、えっと、マシン形態での連動ギミックというかね、まあ一応、合体というか、そういったものも可能になっております。はい。どうするかというとですね、こちらのローダー系のマシンにはですね、こんな感じで、ここを開くとですね、なんとこの中に、はい、鎖ですね。この鎖が、はい、搭載されております。で、ここから鎖を出すことができますね。で、ドグランダーは、こちらのダッシュレオンとですね、この鎖によって接続することができます。ここの穴ですね、この肩の穴のところに、はい、このチェーンパーツをですね、取り付けることによって、はい、なんと、こんな感じで、ドグランダーをダッシュレーンがこのね、引くというね、こういう形態を取ることができます。なんかね、ちょっとエジプトの神話に出てくるような感じを、イメージしてるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれども、ね、昔のこの、まあ、いわゆるね、調理器戦隊ですので、もう、昔のね、エジプトのピラミッドをね、作っていた頃のようなね、牛が、台車を引いてですね、重たいね、石棺、えっ、と、石のブロックとかをね、こう運んだりする。そういったものをロボでこう表現してるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、これブルタウラスの方はドグランダーと接続しまして、この横側の穴ですね、こちらの方に接続します。いやー、いつにも増してちょっと言葉が出てこないな、今日。すいませんね、なんか。ちょっと語彙力が怪しいなって思ったら、ちょっとご勘弁ください。パパッと出てこないんだよな。なんだろう、今日。はい、という感じで、こんな感じでですね、ダッシュレオンとブルタウラスの方で、このように、ランダー系のですね、マシンを、はい、並んで引くことができるんですね。で、この、はい、スカイフェニックスは上からこう飛んで指令を出すみたいなね、そんな感じですね。だからこう、言ってしまえばこういう感じですね。はい。こういう感じで、こういう感じですね。ここで上空からこう、指令を出しながらマシンたちを引かせていくっていうね。こういう感じの構図で遊ぶのが正しいのかななんていうふうに思います。これもなかなかコンセプトがね、結構際立っていて面白い形態ですよね。まあ、ジェットマンの時のような、いわゆるこのね、ちゃんと合体したマシン形態での合体
というわけではなく、あくまでもフォーメーションっていう感じなんですよね。うん、一応こいつらは自走できますんで、まあ、引く意味みたいなのはあんまりないとは思うんですけれども、なんか引くことによってなんかいいことがあるんでしょうね。で劇中ではこの状態で前進しながらこう砲台砲撃を一斉砲撃をして、はい、攻撃をかましていくというね、そういう描写がありました。はい、これがチャリオットフォーメーションでしたね。はい、それではいよいよここからですね、超力合体の方をしてオーレンジャーロボを作っていきたいと思います。いやー、いよいよオーレンジャーロボを合体させる時が来ましたね。あ、コメントをたくさんいただいております。ケータさん、逆にキングピラミッドだけ買ってもらってトランスフォーマーや勇者ロボの基地にしていたな。あはわかるー。わかります。僕も結構ね、スーパー戦隊基地だけ買ってもらうっていうね、ありましたね。僕もダイナマンで大ジュピターを買ってもらうというね。で、ダイナロボは買わずに大ジュピターだけ買って、トランスフォーマーの基地として遊んでました。親父からは本当にこれでいいのかって言われましたね。クリスマスのプレゼント。はい、わかりますね。その点、キングピラミッドはロボに変形できるからいいですね。それは。素晴らしい。ケイタさん、ドグかわいい。こちらね。うん。かわいい系ロボっぽいですよね。なんかね、こう。結構、うん。このドグ結構かわいいんだよな。なんかね、転ぼうと思うと、なんか途端に愛着が湧いてくるんですよね。うん。で、またなんかこうね、これを頭にするとさ、もうこれがさ、あの、長い5、長い5作品に出てくる女ロボ的な感じのさ、おっぱいミサイルがくっついてるようなね、衣に見えてくるじゃないですか。なかなかね、愛らしくなるんですよね。つとむえのきさん、ランドライオンにそっくりだよね。あ、つとむえのきさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そうです。ランドライオン、ありがとうございます。ランドライオンが出てこなかった。そう、ランドライオンなんですよね。構造がね。うん。だけど、ランドライオンから一点ね、強化されたのは、ここのね、尻尾が余らないっていうところかな、なんていうふうに思いますね。また、あと、金メッキパーツがね、ふんだんに使われているというね。まあ、そういうところが結構パワーアップしてる点なのかなと思います。つとめなきさん、メルカリで大ブロッカー残してくれと残してくれ。たとえ箱はズタボロでも中身はステッカーを含む無傷なんだぞ。気安く売るのはもってのほか。品切れ現金。なるほど。大ブロッカーに非常なこの愛情があるようですね。うん。いや、非常に素晴らしいと思います。チアさん。当時、オーレンジャーのサンダーウィングが出たとき、今年の戦隊メーカーは戦闘機か、いいねとマジで思ってました。そうなんですよね。オーレンジャーね、一応空軍なんですよ。空軍。ね。なぜか。そうで、最初ね、本当ね、ミリタリーチックからスタートするんですよね。本当にね、軍隊なんですよ。このオーレンジャーって意外と、この調力とかね、はっちゃけた、コンセプトの戦隊なんですけどね、割とちゃんと、軍隊なんですよね。で、階級種を呼びしたりするんですよね。うん。だから非常にこう、
そこら辺もね、結構攻めた感じで、僕は好きですね、すごく。えっと、スネマさん、自走するより引いてもらった方が早いのでは？スパルボで足の遅い機体を戦艦に乗せて運ぶ的な。あー、なるほどね。意外と自走できるけど、ノロノロっていうことですかね。で、こいつが、引くとめっちゃ速くなるみたいな、そんな感じなんですかね。なるほど、なるほど。そういうことなのか。つのめのゆきさん、オーブロッカーはキングピラミッドを連動できるぞ。あ、そうですね。うん。非常にね、大事な役割をね、オーブロッカー結構持ってるんですよね。そうそうそう。そこら辺もね、来週、ちょっと、キングピラミッドを絡めてですね、ご紹介できればな、なんていうふうに思っております。さあ、いよいよ合体してまいりましょうか。いくぞ調力合体だ。さあ、ちょっと調力合体やっていきたいと思います。まずはですね、チャリオットフォーメーションを解くために、鎖パーツを外していきます。よいしょ。はい。鎖パーツを外しまして、まずはですね、足ロボランダー系の方から変形させていきたいと思います。まずはこの出してしまったですね、この鎖たちを足の中に再度戻して格納しておきます。はい、そうしましたら、両サイドのですね、展開しました武装を、はい、畳みます。そうしましたら上の砲台の部分ですね、こちら取り外せるので、はい、外してしまいましょう。ドッグランダーも同様です。こちら、チェーンをしまいまして、武装の方を足の中に格納。そうしましたら、上の砲台を取り外しておく。これで合体準備完成です。はい、そうしましたら次、ウルタウラスです。グランタウラスだ。グランタウラスですね。はい、グランタウラスの方は、まずね、このちっちゃい尻尾ですね。この尻尾を畳みます。そうしましたら、この下半身をですね、よいしょ。硬い。あ、こうか。スイッチを押して、ロックを外さないとダメみたいですね。ここをこうやって引くことによってロックを外せるので、これで後ろの方のブロックを前に、銀河のように中に、はい、入れることができます。これによって前足と後ろ足が合体して一つの太いももになるんですね。で、この縮めることによって腰パーツが完成するというね、非常に面白いギミックを持っております。はい。そうしましたら、こちらも合体させますかね、下半身。はい、こちら、モアローダーの点面ですね。こちらの点面を展開することができます。ドグランダーも点面も展開できます。そうすると合体ジョイントが、はい、露出しますので、こちらにモアローダーの足を合体させていきます。こっちか。こっちですね。はい。合体。合体。よ。はい。こんな感じで合体できます。こちらも合体。よ。はい。これで下半身の完成です。おー、どっしりしてていい
形してますね。いや、非常にかっこいい。そしてですね、実はここ、コロ走行でできるコロ走行ができるんですけれども、はい。安定度を増すためにですね、ここにですね、かかとが展開できるようになっております。これによって、コロコロ滑らずに、はい、安定して立つことができます。ね、これで、コロ走行をしないで立っていられるとね、安全装置が効いております。これで下半身完成です。さあ、そして上半身ですね。ダッシュレオン。こちらの方を変形させていきます。まずはこちらはですね、こちらに尻尾がございますので、これを後ろに畳んでおきます。はい。そうしましたら、こちら、後ろ側ですね。このボディの方を両サイドに割っていきます。で、腕を伸ばします。これ、すいません。硬くなってて、買って、怖っ。はい、このような感じで腕を伸ばします。うわ、怖え。はい、伸ばしました。はい、そうしましたら、こっちか。はい、このような形で、向きを回転させて整えておきます。で、爪の方は前に出して、拳を形成しておきます。そうしましたら、こちらですね。ライオンのたてがみの方は取り外しておきます。はい、そうしましたら、ここのブロックですね。このブロック、ライオンの頭を上に一回起こして、そのまんま前に持っていきます。はい。これで胸の、胸形態の完成ですね。前足を折りたたむか。前足をこの状態で折りたたみます。はい。これで合体準備完成です。そうしましたら、もうここに合体させてしまいましょう。はい、そうしましたら、こちらのダッシュレオンとグランタウラスの方を合体させていきます。合体ジョイントはここにあるものと、はい、グランタウラスのここの穴に接続していきます。合体。せーの。うわ、硬え。よいしょ。いや、経年なんで、スプリングが硬くなってますね。せーの。よいしょ。ちょっと力を入れます。怖いな。よいしょ。怖っ。力を入れるのか。入りました。はい、合体できました。はい、これでがっしりとしたボディが完成しました。ここにですね、体長のイーグルの方が合体していきます。こちら背面。これでもかっこいいですよね。これ背面から合体していくんですけど、このね、合体する前のここのね、この部分が空いてる感じの様が、なんか結構僕好きなんですよね。このね、ここに今から合体するんだぞというね。これメカメカしくて好きだな。はい。ここにスカイフェニックスの方を合体させていきたいと思います。はい、スカイフェニックスの方はですね、ここの後ろ側にヘルメットパーツがありますので、こちらを外しておきます。
はい、外しましたら、ウィングを畳みます。はい、そうすると、天面の部分のパーツをですね、起こしますと、中に顔がありますので、こちらを展開。その前に足を畳んでおくのか。足を畳んでおきつつ、頭部を起こします。で、背中は畳むと。はい、こんな状態ですね。この状態で、はい、オーレンジャーロボの背中にガタイガシャンと。おーピタッと収まりましたね。いや、これ気持ちいいな。ほら、すっごい収まりいいっす。おー、いいっすね。さあ、そして、最後。頭部にヘルメットの方を合体させれば、合体。さあ、これで完成。オーレンジャーロボだーイエーイおー、合体できましたー。いや、めちゃめちゃかっちょいいですね。なんかこう、コンセプトがね、結構ちゃんとはっきりした、なんかちょっとね、顔もね、エジプトの神話に出てきそうな感じの、ね、ヘッドデザインしてますし、ね、うん、非常にね、この、一応奇抜なモチーフで、まとめられていつつ、やっぱりでもね、スーパー戦隊の戦隊ロボっぽいね、このどっしりとしたまとまりのあるデザインにね、まとめられてて、いや、めちゃくちゃかっこいいですね。しかも、結構青で統一されているので、ね、統一感もあって、ロボとしてのね、うん、すごくかっこよくまとまってるんじゃないかなと思います。で、このね、背中のこのまとまり具合いいですね。めちゃくちゃいい。かっこいいっすね、これは。うん。で、一応こちらはもちろん、こんな感じで、翼を展開することもできますので、こんな感じのね、うん、翼を広げてかっこいい感じの、ポジションを取ることも可能です。いや、これはいいな。で、まあね、スーパー戦隊王道のですね、もう足は全く動かず。腕はね、肩がスイングします。あと、変形の都合上で結構ね、肩周りは自由度が非常に高いです。だから腕の可動はめちゃめちゃ優秀ですね。拳も回転しますし。うん。だからこう、足こそ全く稼働はしませんが、腕、肩周りは非常に優秀に動いてくれますので、うん。スーパー戦隊としては十分以上の可動性なんじゃないかなというふうに思います。いや、素晴らしいですね。かっこいい。そして、オーレンジャーロボにはですね、はい、オーレンジャーロボには武器が付属しておりまして、これがね、スーパークラウンソードっていうね、必殺剣もございます。それがこちらですね、ドドン。ね、スーパークラウンソードでございます。で、こちらを持って、こうすることで、
いいね、いいね。やっぱ剣持つと、途端にスーパー戦隊ロボっぽさがね、さらに増しますね。めちゃめちゃかっちょいい。はい。そしてですね、まあ先ほど合体する際に、気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、各形態からですね、取り外したパーツがございます。このパーツは何かっていうと、はい、このオーレンジャーロボ、まあ、合体するっていうもの、ギミックがメインなんですけども、その他にですね、ヘッドチェンジギミックっていうギミックがございます。それによってですね、ヘルメットを交換して5種類の、はい、特色を持ったロボットになるという、設定というかね、ギミックがございます。ただそのギミックがあるゆえに、はい、なんとですね、ヘッドが余ってしまうんですね。で、これがちょっとよろしくない。で、このギミックがあるがゆえにですね、結構このオーレンジャーロボ、中古市場のやつね、見渡すとですね、このヘッドがないんですよ。往々にしてこのヘッドがね、欠品になるっていうパターンが非常に多いです。なのでですね、ただ、こちらで、実はですね、ヘッド余らないようにすることも可能なんですね。はい、これどうするかっていうと、後ろの天板のところに、このように取り付けておくことが可能です。わ、怖っ。はい、こんな感じで、足の後ろにですね、取り付けておくことも可能です。でまたこちら、ダッシュレオンの方は、背中のパネルを開いて、ここの背中にですね、取り付けて、これをこういう風に取り付けることによって、はい、設定とはまたちょっと違うんですけれども、はい、余剰パーツなしモードということでですね、このように全てのパーツを取り付けた状態を、取り付けた状態にすることも可能です。ね。こうすれば余剰パーツなしということでね、はい、合体することができます。まあ、一応こういう状態はできるんですけど、まあ、やっぱりね、ここら辺が、一応余剰パーツ扱いになってしまうので、結構中古市場だとですね、全部のヘルメットが揃っているオーレンジャーロボっていうのはね、なかなか揃えるのが大変なんですよね。まあ、もちろんね、何万円も出せば、ね、箱付きのものが手に入ったりするんでしょうけれども、まあね、もう僕みたいな瓦礫を漁るようなね、集め方をしてるものからするとですね、結構ね、これ一式揃えるの大変なんですよ。どっか一個欠けてるか、この、オーソドックスな、ヘルメットしかないかっていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。はい。はい。で、こちらが、まあ一応このオーソドックスなやつがウィングヘッドっていうんですね。はい。ヘッドチェンジギミックをちょっとやっていこうかななんていうふうに思うんですけど、次はですね、グリーンが主体になった本ヘッドっていうのをやってみたいと思います。一応ね、これ、面白いのが、オーレンジャーロボのね、コックピットってすっげえ狭いんですよ。すっごい狭い中、ぎゅうぎゅうになって乗ってるんですけど、はい、ヘッドチェンジギミックになると、メインになる、はい、パイロットが変わるんですね。ウィングヘッドの時は、もちろんレッドが操縦するんですけど、はい、ヘッドチェンジをするますと、ホーンヘッドチェンジということでですね、こちらを
牛の頭部ですね。腰にあった牛の頭部、こちら取り外しまして、これをヘッドオン。かぶることによって、はい、ホーンヘッドになることができます。はい、これはオーグリーンが操縦する形になりますね。パワータイプの格闘戦メカです。基本的にはこれでパンチで攻撃するっていう感じですね。必殺技もなんかこうパンチでこうドーンっていう風にね、突っ込んでいくっていう、格闘戦を主体としたロボにこれでなるという感じですね。はい。これが、ホーンヘッドです。基本的にはね、頭しか変わんないです。ヘルメットだけ変わるって感じなんで、結構ギミックとしてはなんちゅうことないって感じなんですけど、今、いろんなスーパー戦隊のギミックを見た我々からすればっていう感じですけどね。でもなかなかこう、ただ合体して終わりじゃなくて、ロボットのにした後にもギミックがいろいろあるっていう、付加されてるっていうのは、なかなか、プレイバリューあって面白いですね。はい。次はグラビトンヘッド。こちらですね。はい。ダッシュレオンの後ろ髪ですね。こちらの方を取り外しまして、そっか。すいません。タウラスヘッド、ホーンヘッドをやってるときに、余剰パーツなしモード。こいつが余剰パーツになるじゃないですか。それはですね、はい、こういう風にすることによって、背中に取り付けておくことも可能です。あるいは、肩。すいません。あるいは、こっち側をウィングにして、こっち側をグラビトンにして、こっちの方が素直か。はい。こんな感じにして、はい。ホーンヘッドの時も余剰パーツなしバージョンをすることができました。で、今度はグラビトンヘッドの方をやりますので、こちら取り外します。ね。で、ウィングの方は、はい、引き続きこちらの方に取り付けて、これで余剰パーツなしでいきたいと思います。はい。取り外したヘルメットはですね、中にひさしが格納されてますので、展開。はい、これでヘルメットに変形できます。こちらでヘッドオン。はい、これで完成。グラビトンヘッドだイェイおー変化いたしました。これもなかなかかっこいいですね。こんな感じで。ちょっとひさしをこういう風にして、目深にかぶることも可能です。ね、ここがなんかバイザーみたいになってかっこいいですね。なかなかこれグラビトンヘッドはかっこいい。はい、こちらはオーブルーが操縦する形態ですね。はい、こちらに関しましては、なんかこの、テレ、超能力でこうね、ビームみたいな感じでこうね、操ってですね、相手を攻撃する、なんかこう、なんて言うんですかね、超能力で戦うモードです。うん。だからなんでしょう、あれです。スター・ウォーズの、あの、なんだっけ。あの、ダース・シディアスとかが、こうやるね、ビャーって言ってね、エネルギー波でバーっつって相手を浮かしたり、苦しめたり攻撃したりするやつあるじゃないですか。あれです。
ああいう感じで攻撃する系です。はい。そして、お次ですね。グラビトンヘッドを取り外しまして、よっ。これね、結構、素の顔も、ね、結構イケメンなんですよね。うん。オーソドックスな感じなんですけど、ちょっと幼い系の顔ですけれども、うん。非常に整った端正な顔をしてますね。うん。なので、どんなマスクをかぶっても結構ね、それなりにかっこよくなるのは、やっぱ素地がね、非常に整ってるんですね。はい。続きましたドグランダーの方から取り外しましたバルカンヘッドですね。こちらを取り付けたいと思います。はい。ドグランダーの方から砲台を外しまして、こちらをヘッドオン。はい。これでバルカンヘッド。こちらはオーイエローですね。オーイエローが操縦するパターンのロボになっております。うん。で、こちらは、このヘッドの部分が砲台になっておりまして、これで戦うわけですね。まあ、砲台モードというか、遠距離射撃専用モードという感じになっております。うん。これもなかなか面白い顔をしてますね。なんかこう、結構、顔がエキセントリックな感じでかっこいいですね。うん。なかなか、うん、テクノな感じがしていいんじゃないでしょうか。またね、ここがね、頭部のここがスリットになっていて、ね、巣の頭の頭部の、黒のね、部分が覗けるんですよね。うん。だからこれも面白いですよね。うん。単純なこのヘルメットじゃなくて、ここスリットになって開いてるんですね。うん。これ面白い形状してます。何気になんかちょっと凝ってるんですね。面白いな。こちらバルカンヘッドでございました。はい。お次が、はい。キャノンヘッドですね。ゴーピンクのキャノンヘッドです。こちらは、この砲台を逆にしまして、バイザーのある方を前にします。はい。そして、ヘッドオン。はい。これでキャノンヘッドですね。これが一番これが一番難儀な感じので、本当はここがピンクになるので、ピンクのラインが入るので、ピンクが操縦してるんだなっていうのが分かりやすいモードなんですけれども、キャノンヘッドモードですね。こちらも遠距離射撃が主体となったモードになっております。こっちは可愛い感じですね。うん。で、ちょっと見えにくいですけれども、ちゃんと顔が覗けております。うん。でもなかなか頭部、ヘッドチェンジギミックだけでもう結構、ああ、なるほど、こういう感じで遊ぶんだっていうね、うん、面白さがあっていいですね。ちょっとした遊びなんですけれども、うん、ただ合体遊びだけで終わらない、うん、楽しさみたいなのはあるかなと思います。お、ちょっと硬いですね、これ。はい。ちょっとね、結構古いメカな、ね、古いおもちゃなんでね、青プラが怖いんですよね、力入れるとね。バキーっていくんじゃねえかってね、ちょっと恐る恐るやっておりますが。はい、再び、よいしょ、ウィングヘッドの方に戻します。うわ、怖っ。ウィングヘッドの方に戻したいと思います。ね。
ウィングヘッドにすると、非常にこう、オーソドックスですごくかっこいい顔になりますね。これかっこいいですね。うん。マスクもね、非常に端正な顔をしているので、すごく、イケメンです。おー。なかなかかっこいいですね。で、こう、ウィングヘッドになった時に、これが初めて開くとね。こういう感じですね。おー。うん。これがオーレンジャーロボでございました。ね。かなり、割とね、そのモチーフとしては奇抜なところを攻めておきながら、非常にこの、スーパー戦隊のロボとしては、まとまった印象の、非常にこう、優等生な感じのね、ロボットに感じますね。ザ・スーパー戦隊ロボって感じで、非常に扱いやすく面白いなと思いました。えっと、はい、コメントをいただいております。つのめえのきさん、オーレンジャーは7話までロボが出ていない。やがて最終的にはガンマ人も含む6体もたくさん集まったぞ。タックルボーイは、変形ギミックが超簡単。ああ、そうですね。タックルボーイもありましたね。タックルボーイっていうね、タイヤみたいなのから変形するんですけど、これすごく面白くて、一発変形するんですよ。でこのタイヤをね、ポンと地面に落とすと、ガチャコーンっつってね、ロボに変形するんですよね。うん。すごいね、面白い。タックルボーイもあります。でね、うちのチビめちゃめちゃ気に入って、タックルボーイの一発変形はね、めちゃめちゃあれがありましたね。でガンマ人は、鍵をですね、おでこに、巨大な顔の状態から、おでこに鍵刺してガチャンってやると、バーンっつって一発で変形するんですよね。一発変形が2個もあるんですよね。オレンジャーロボはね、結構ロボがたくさんあるんですよね。チャーさん、ブルターラスの変形ギミック、稼働を仕込むとなるとかなりの難所ですね。確かに。確かに、確かに。これ、ね、スーパーミニプラでってことですよね。スーパーミニプラでやろうと思ったら結構大変ですよね。本当だ、本当だ。なかなかこれ難儀しますね。あれの時ってどうだったんだっけ？銀河王。銀河王も、こんな感じの変形合体なんですね。あ、そっか。サルゴリラがいるんだ。腰に。そうだそうだ。銀河王もこれと同じような感じで、後ろからがガチョーンとね、縮むんですよ。だけど、銀河王の場合はね、胸に当たる銀河レオンの方の変形になってて、この下に、あのね、あれがいるんですよね、銀ガリラが。銀ガリラってゴリラ型ロボが下半身丸々1個を形成するね、でかいやつがいるんですけど、こいつが下半身を担ってくれてるので、胴体になってるだけなんですよね。ところが、こちらのね、グランターラスの場合は、ももになるんで、ここがね。ってなると、ここがしっかり全部稼働しなきゃいけないから、稼働仕込むとなると、鬼むずですね、これね。確かに。これ意外とこんなにね、シンプルな感じの、スーパー、SMP に向きな感じのね、ロボに思いきや、いや、結構、銀河用並みにむずいですね。銀河用も結構むずかったんですよね。あの、銀ガリラの腕がそのままガションっつって、あの、すねの中に入り込むんですよ。しかも回転しながら。
で、しかもそこでね、稼働も保持しながら、こう変形ギミックもやりつつみたいになったら、ちょっとね、相当やばいでしょってなったんですけど、いやー、SMP はちゃんと稼働させましたね。銀ガリラの鬼ムズ構造の中でね。多分、グランタウラスも何かしら解決してくれるんでしょうね。だってタイムロボが動くぐらいだからね。なんとかすんでしょう。はい。ケイタさん、かっこいいよな。いや、もうね、そう、シンプルなんですよね。スーパー戦隊って感じのね、シンプルなかっこよさがあって素晴らしいですね。つのむえのきさん、オーレンジャーロボは5つのヘルメットを使い分けることができる。ライブロボのウィングも2羽、2羽だけ、開けるよ。そうですね。もう5個のヘルメットチェンジギミックみたいなのがね、あって、非常に素晴らしいですよね。やっぱこれがあるとないとでは、やっぱこう、ロボになってね、ロボで遊ぶっていうのの、ね、熱中度合いっていうのがちょっと変わってくるんですよね。うん。だからこう、すごく、うまくまとめられている中で、かつね、さらにヘッドチェンジギミックでも、遊べるっていうところで、すごくこう、ロボット玩具としてね、まとまっていて、うん、優等生って感じがしますね。ケイダさん、当時は黄色とかピンクないのかなんて思ってたけど、合体して本当一体感出るいいデザインなんだな。ああ、本当そうですね。うん。スーパー戦隊でね、こう、5色がいっぱい散らばって、キンキンキラキラっていう感じではなく、本当にね、ブルー基調でまとまりつつ、あとはね、メッキの多さですよね。全面展開されるメッキの多さで、メッキと青っていう感じの印象ですね。で、ここでね、ヘッドパーツが赤っていうところで、赤の印象がすごく強くなるっていう、うん、すごくスーパー戦隊でオーソドックスな感じだなと思いつつ、確かにそういう配色の部分では相当攻めてますよね。うん。だからピンクとイエローがちょっと主張がほぼないですね。ね、レッドとグリーンとあとね、全色ブルーがね、基調になってる感じなんで、ピンクとイエローはもうほぼないですね。そういう意味だと相当攻めた配色なんだな。面白いですね。なんかね、今だったらこのね、目の部分なんてピンクとイエローになりそうなところですけど、これは違うんですよね。カッパーブラウン的な感じのね、光沢シールなんですよ。面白いな。そう考えてみると本当そうですね。勤めなきさん、確かスーパークラウンソードはメッキ塗装していたはずじゃないの？ロボの腹についてるよ。ん腹についてる？ほうほうほう。はい。とりあえず、どうなのかな。うん。仮面ライダーセイバーさん。こんばんは。俺合体研究所さん。オーレンジャーロボ、超素晴らしいです。これからバスターオーレンジャーロボ、超いいですね。オーレンジャーロボ、大満足です。オーレンジャー世代で大好きで推しです。男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そうなんですね。男仮面ライダーセイバーさん、オーレンジャー世代なんですね。いやー、これ非常に素晴らしいですよね。うん。なかなか、オレンジャー世代っていうと、こちらが1995か。95年なんで、
1995年あたりなんで、こう、少々お待ちください。あ、そうか、ゴルドランあたりか。ゴルドラン、あ、エヴァンゲリオンもそうなんだ。へえ。ゴルドラン、エヴァンゲリオン、ガンダムウィング、マクロスプラス、あと、レッドバロン、アニメ版レッドバロン。ここら辺なんだ。はあはあはあ、これはいい時代ですね。ここら辺の時代に幼少期を過ごされたということでね、非常にいいですね。恵まれた時代だ。ねえ。いやもうね、オーレンジャーは本当にこう、今でもね、ファンがね、非常に多い、まあ結構スーパー戦隊の中でもね、うん、売り上げもね、非常に良かった、戦隊ロボで、結構ね、根強いファンがいるんですよね。うん。まあ、それもわかりますね。うん。とってもこう、堅実にまとめられている感じがして、すごくいいです。はい。ケイタさん。まとめ売りのやつにヘルメットだけ紛れたりするから、ジャンク品漁るの楽しい。あー、確かに。そうそうそう。そうなんですよね。ジャンクでいろんなのがバラバラバラって入ってる中にね、結構ね、なかったパーツとかポロッと入ってたりするんですよね。そう、僕もね、結構それ狙ってます。狙ってね、買ったりするんですけどね。でもまあ、そうですね。もう宝探しって感じですよね。そういう意味で非常に楽しい。勤めのきさん、ホーンヘッドは角が外れやすいよ。あ、そうなんですね。あんまり、これはそんなでもなさそうみたいですね。うん。お得仮面ライダーセイバーさん。昔、オーピンクこと、丸尾も、丸尾も、丸尾桃役の佐藤珠緒さんに、後楽園遊園地に向かうときに出会い、写真撮りました。いい思い出です。あ、そうなんですね。非常に素晴らしいですね。うん。めちゃめちゃ可愛いんですよね。今でもね、結構見返して、ちょっと見たりしても、うん、非常に可愛いですね。なので、なんだろうな。結構、こう、スーパー戦隊の中でも、ね、とりわけ可愛い女優さんっていうのがポツポツポツって出るじゃないですか。で、その中でもやっぱり、うん、最初にこう、おわーって出た人じゃないかななんていうふうに思いますね。でもまあ、今から考えて、遡ってみてみると、ね、昔はほら子供の目線で見てたから、はっきり言うと、あの、お兄さんというか、おじさんというか、お姉さんというか、おばさんというかこういう言い方したら悪いんですけど、っていう風に見えちゃってたんで、それのね、美醜とか、良し悪しみたいなのは子供の目には分かんなかったですよね、当時は。うん。だけど、今の大人の目線で振り返ってみてみると、あ、こんなに男前だったんだとかね、いや、こんなに綺麗だったんだみたいなのは、意外と大人になってから再発見するみたいなとこありますよね。うん。そういう感じの中で見てみると、やっぱオーレンジャーの佐藤珠緒さんめちゃめちゃ可愛いですね。というね、おじさんトークをしつつも、えっと、オトカメライダーセイバーさん、合体マシン中、スチームバンクスはゴレンジャーの機関車仮面以来ですね。大平徹さんの中間ラスボス爆発フントの声。なんかいろいろ
あれですね。オーレンジャーの方に非常に詳しいですね。素晴らしい。ストムエンナキさん、ジャイアントロボそっくり。ああ、ジャイアントロボね。はいはいはい。あのジャイアントロボっていうね、テレビアニメ、もともとね、特撮、ロボ作品みたいな感じのやつがあって、で、その後ね、テレビアニメとかにリメイクされたロボットアニメの、はい、やつがいるんですけど、こいつもですね、結構エジプトっぽい、あの、エジプトっぽいデザインなんですよね。うん。おとかめライダーセイバーさん、関智一さんが声で演じたブルードントラスボスカイザーブルトンと大迫力でしたね。あそうなんだ。関さんってそんなに前の作品にも出られてるんですね。へえ、そうなんだ。スネマンさん、フォースさっきのね、ビリ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 ってやつね。ありがとうございます。そう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 。あの、なんだっけって言ってたのは、あれです。あの、敵のボスの、名前が出てこなかったんですよね、ずっと。今もちょっと出てないんですけど、ダースシディアス教の、なんだっけ、世を忍ぶ仮の姿の、おじいちゃん。出てこねえな。本当に出てこなくなっちゃった。というね。余談です。すいません。オトカメライダーセイバーさん。第1話からウォーレットは、最強で究極でしたね。ガンマ人の声は声優の神谷明さんです。三浦参謀長、超気に入っています。オーレッドと三浦参謀長、すごすぎコンビですね。なるほどね。そう、オーレンジャーって、まあ、原点回帰をしたので、結構ね、もう、オーレンジャーの中でも、レッドが飛び抜けてるんですよね。うん。で、さらにね、三浦参謀長っていうのもね、めちゃめちゃ、やっぱね、物語の中で活躍される、ね、まだまだ若い者には、任せてられん的なね、ところはあるんで、そういう意味でね、うん、なかなかこう、いろんな群像劇でいろんなやつがいろんな良さがあってみたいなのも、すごくね、群像劇として楽しくてかっこいいんですけど、子供はね、シンプルじゃないとわかんないんで、話とか小難しくするとね。だから、こいつが強くてこいつが偉いっていうね。こんぐらいシンプルじゃないと話ついてこないんですよ、子供ってね。だからね、なかなかそういう意味でも、そこら辺フィックスしたような、感じにしてるんじゃないかなと思います。ジェラさん、ドッグヘッド、モアヘッドの独創的なデザインには少しマシンロボ味も感じます。あ、なるほど。確かに。確かに確かに。マシンロボっぽい風味も入ってるんですかね。なるほど。それは面白い視点ですね。それは思わん、うん。そっかそっか。確かに確かに。そう言われてみればそんな感じもしますね。なかなか面白いですね、それは。おとかめライダーセイバーさん。初のフォームチェンジロボ戦隊素晴らしいです。たくさんの戦隊と50ジャーのロボに継承されているのすごいです。なるほどね。うん。こういうなんかフォームチェンジをするっていうのは、もうこのオーレンジャーが始祖だったんですね。確かにそう言われてみればそうだな。いろんなね、パターンになって。で、そういう意味じゃ今のね、あの、ギャバンインフィニティも、この系譜になるんですかね。フォームチェンジをするっていう意味ではね。なるほど。それも面白いですね。へえ。そっかそっか。確かに確かに。つとむえのきさん、ライブマンは赤、青、黄色、その後、黒と緑が出ていたよ。
幼い頃、ホーンヘッドの角が外れてなくしたショックで絶望したよう。オーレンジャーロボのウィングは空を飛んでも閉じたまま。ああ、なるほど。そういう感じなんですね。これは結構そんなに外れないですね。うん。なんだろう、個体差ですかね。うん。さあ、ということでですね、オーレンジャーロボ、こんな感じで、楽しみました。ね、このオーレンジャーロボとさらにですね、2号ロボとして登場いたしましたのが、どこ行ったっけ？ここだ。じゃ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 。じゃじゃん。2号ロボのレッドパンチャーですね。おー。こいつは、あのーまあ、オーレッドみたいな顔をしていますけれども、実はですね、こいつは、オーレンジャーロボのプロトタイプなんですよね。最初に、作られたロボなんですよね。ところが、まだまだ、その、バラノイアの進行が、予見されて、あの、パラノイアの進行に備えましょうっていう感じの時に開発が進められてたんですよ。対抗するための、はい、兵器として巨大ロボット兵器を作るっていうののプロトタイプとして作られていたような、はい、調理器を使ったですねロボットでパラノイアに対抗しうる巨大ロボットっていうのをコンセプトに作られたんですけど、まだまだですね、その、TN、なんだっけ、まだまだTH エネルギーだ。TH エネルギーと、テトラヒドロンエネルギーか。の、制御技術がまだまだ未熟だったので、暴走しちゃったんですよね。で暴走しちゃって、で、長らく封印をされていたんですけど、オーレンジャーロボのピンチに呼応してですね、出てきたんですね。で、復活したんですけど、まだまだ暴走しちゃう。で、そこに最強レッドでありますオーレッドが乗り込んでですね、それを制御にすることを成功するんですね。そしてこちらがオーレッドの専用機としてですね、その後活躍することになると、こういうなかなか素晴らしいですね、ドラマを秘めたロボットとして登場いたしました。はい。でこちらがレッドパンチャーですね。はい。非常にこの面白い形状をしております。うん。で、こちらはですね、変形ギミックとかは特にはありません。うん。で、ギミックとして、こちらをこうやると、ここの部分がピストン運動でバン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 って電動で動くというね、電動アクションギミックっていうのがメインのロボットになっております。ね。こちら開けますと、ここにね、電池ボックスになってまして、桃が。ここにね、電池を入れるんですけど、単2なんですよね。なので、ちょっと、今回単2ちょっと用意してなかったので、ごめんなさい。なかなか、今回はちょっと電動ギミックご披露することできないんですけど、次回ね、キングピラミッターご用意しますので、その際にね、ちゃんと単2電池持っときます。用意しておきます。なので、ちょっと電動ギミックは次回のお楽しみということでですね、はい、やっていきたいかなと思います。はい。なのでね、単体では、ちょっと正直、ここがぐるっと回りますよっていう程度の遊び方しかないですね。特に変形とかそういったものはない感じですかね。うん。なので、これ単体で、はい、どうぞ遊んでくださいってなると、なかなかどうして難儀するというかね。うん。なんか見立てで変形とかできないかななんて思ってたんですけど、ちょっと見立て変形もなかなかここでこういう感じのピストンが出るんですね。なんかね、なんか見立てでこんな感じで
はい、なんとかモードみたいな感じにできたらいいんですけど、うん。特段どうにもならなさそうですね。構造がね、何せシンプルなんで、ちょっとどうしようもねえな。はい、ということでですね、ちょっと潔く諦めまして、よっ。はい、こんな感じで、はい、レッドパンチャーでございました。なので、メインはですね、やはりこちら、ただん、オーレンジャーロボとの強化合体ですね。バスターオーレンジャーロボの方へ合体していきたいと思います。と、ちょっとその前にですね、今、なんかちょっとどんどん、ノックされているので、ちょっと、上の方の様子見てきますので、少々お待ちくださいませ。ちょっと。失礼いたしました。復活いたしました。いや、何やらなんかこう、いろいろ文句を言われてしまいまして。なんか明日ね、なんかいろいろやるらしくですね。いやー、ねえ、もうはあ。ということでですね、気持ちをちょっと整えてですね、再度やろうかななんていうふうに思っております。えーっと、少々お待ちください。はい。ということでですね、ちょっと、レッドパンチャーの方と合体して、強化合体してですね、バスターオーレンジャーロボの方を作っていきたいと思います。こちらの方はですね、合体させますのに、まずはですね、オーレンジャーの方から、オーレンジャーロボの方からちょっと準備をしなければならないですね。はい、まずは、こちら。背面ですね。背面に取り付けましたヘッドをとりあえず全部外します。そしてこちらのウィングヘッドの方も取り外します。はい。
そうしましたら、この状態で、レッドパンチャーの方と合体させていきたいと思います。まずはヘッドの方を取り外します。はい。で、そうしましたら、この背中合わせでですね、合体します。こうか。はい、こんな状態になりましたら、まずはですね、ここ、実は、ももがこんな伸びるんですね。すご。こんな感じでビヨーンと伸びます。めちゃくちゃスタイルがいい人みたいになりますね。はい、そうしましたら、今度こちら、足と足を、こちらですね、ストッパーを上げておいて、足と足を組み合わせます。お、T。あ、ここしまうのか。かかとパーツしまうんですね。かかとパーツしまって、はい、ここでタイヤを噛み合わせて合体させます。そうしましたら、こちらの上のアタッチメントで両肩にがっつりホールドをかけます。この状態でかなりがっちりと組み合わせて合体することができました。そうしましたら、レッドパンチャーの方の上腕の方をストッパーを外しまして前に、スライドさせておきます。この状態でガンと肩をぐるっと回して前へ持ってきます。はい。そうしましたら、こちらレッドパンチャーの顔の方がひっくり返すとヘルメットになっておりまして、このヘルメット、ヘッドオン。さあ、これで完成。ダダン。強化合体、バスターオレンジャーロボだ、イエーイ。おー、合体できました。これがオーレンジャーの、はい、強化合体ロボですね。おー。これがね、まあ、スーパー戦隊のね、ロボットにおける、まあね、スーパー合体のね、新たな合体パターンになりましたよね。二人羽織合体とでも言いましょうね。これのね、始祖となったわけです。ね。これを、こんな感じのね、このオーレンジャーのバスターオーレンジャーロボの合体形態があったので、例えばね、その後における、ゴセイジャーとかね、あとは、あれですね、キューレンジャーとか、あっこら辺のね、ロボットの方に合体パターンのね、系譜が引き継がれていく感じですね。だからそういうふうに考えてみると、この形態っていうのをね、生み出したっていうのもなかなかオーレンジャーのね、オーレンジャーロボの、功績とも言えますよね。うん。合体するね、レッドパンチャーには、まあ、そんなにね、変形とか合体とかってギミックはないんですけれども、まあね、こういうふうにオーレンジャーロボをこうパワーアップさせるっていう、重役を担ってますので、非常に素晴らしいロボなんじゃないかな、なんていうふうに思います。しかもね、この本当はね、電動でここがバッコン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 ってね、ダイナミックに動くんですよ。だからこう、オーレンジャーロボに電動ギミックを付加するというね、非常に素晴らしい、あれを持っております。素晴らしいギミックを持っています。まあね、で、顔もですね、なかなか今までとちょっとね、変わって、一点変わってですね、顔
完全に隠すマスクタイプですね。で、逆にバイザーがなくて目がですね、オーレンジャーロボの目が覗けるんですね、ここから。ね。これもなかなか特殊な感じですよね。でもなかなか、バトルマスクって感じがあって、非常にかっこいいんじゃないかなと思います。総じてね、素晴らしいですね。なかなか面白い形態なんじゃないかなと思います。ただ、ただですね、やはり、二人羽織合体なので、巨大な背負い物をして合体したよっていうところなんですが、正面から見ると顔と、キャノン砲を背負ったっていう感じなんですよね。なので、ちょっとそれ以外の変化が乏しいというね、そういう難点もございます。なので、ちょっとここからアレンジをかけていきたいかな、なんていうふうに思うんですけど、まずはですね、足ですよね。足。これ、足、一旦合体を解除いたしまして、何の変化もないので、ここをですね、一旦、こんな感じでですね、展開をして、こんな感じで足を強化してしまうっていうのはどうでしょうかというね。はい。こうすることによって、はい。若干、オーレンジャーロボの時よりも、砲台としてね、説得力が出たんじゃないかな、なんていうふうに思います。あとは、拳ですよね。なんか、うまいことできないかな。ここからはアドリブです。ここからはちょっとアドリブをかましていきたいと思います。なんかできないかな。うまくかまして。うまく、いけた。はい、でも無理か。ちょっと難しいか。なんかね、これが腕に合体できたらいいんだけどなと思ったんですけどね。一応引っかかる感じにはなるか。でもあんまりかっこいい角度じゃないな。ここら辺をなんとか腕に合体できたらな。ここら辺をかまさせて、おこれで胸をちょっとアップグレードしました。いいですね、いいですね。これを、なんとか、拳を、うまいこと、挟み込めれば、固定できればいいんだけどな、これ。なかなか難しいですね。こういう風に、グローブ的に、ちょっとくっつけたいんですけどね。
こうなったら、致し方あるまい。あれを出しますか。当チャンネルの秘密兵器を。じゃ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 。じゃじゃん。輪ゴム。困った時は輪ゴムですよ。しかもですね、これ、ほら、イエローは黄色。で、ピンクはピンクというね。はい。ちゃんとカラーでまとめております。ちょっとこれね、困った時は輪ゴムを使って輪ゴムに頼りましょう。ということでですね、ちょっと輪ゴムに頼って合体させてみようかなと思います。で、輪ゴムに頼る場合は、ここにこうかませばいいのか？おー、素晴らしいですね。簡単に取り付けました。この場合は、こうして、単純にこう引っ掛ければいいのか？こうか。ちょっと弱いんで、こんな感じで二重にして、こうですね。おー、どうかな？おー、あ、ちょっとあれか。じゃあ、わかりました。こうしまして、ね、やっぱりね、輪ゴム1個くっつけるだけでもですね、いろいろ工夫が必要なんですよね、工夫が。ここの溝を通して、で、こちら側に展開。ここを入れ込んで、こうですね。結構ピンクむずいな。輪ゴムをこっち側に持っていって、意外とシンプルなのにむずいぞ。こうして、ここに引っかかればいいのか。こうして、こうして、こうだ。おー、できた。おー、できた。ようやっとできた。ほら、ここに取り付きました。そんで、ウィングメットをここにつけるとか。こういう感じ？そんで、羽を展開。ちょっと上には行かないですけど、ここね、こんぐらいで。おー！さあ、これで完成！俺合体アレンジ版余剰なしパスタオレンジャーロボだイェーイ
おー、完成いたしました。ちょっと輪ゴムを使ってしまいましたけれども、はい。これで何がしたかったかというと、先ほども見ていただいた通りですね。バスターオーレンジャーロボは、メットパーツがすべて余ってしまうんですね。タウラス以外の。なので、こいつをですね、余剰パーツを出さないというのと、あとはですね、変化するのが頭部と背中のバックパック以外は、何も変わらないというね、状態でしたので、はい、そこら辺もね、加味してですね、全身にわたって強化されつつ、かつ余剰パーツを出さないというね、そういうコンセプトでなんかできないかなと、はい、思ってました。思っていただけで、どうやるかはノープランでした。やってみたら結構できましたね。うん。ちょっとね、奥の手の、輪ゴムを使わざるを得なかったんですけれども、はい。輪ゴムを使ってしまえば、ほら、ちゃんとできたし、あとはね、これバスターオレンジャーロボって、やっぱ砲撃形態なんで、ね、両腕も砲撃形態。かつですね、このね、足も、ね、オーレンジャーの時にしまっていた両サイドの武器を展開することによって、ね、一斉走者モードというか、はい。こんな感じで、強化コンセプト通りのロボになったんじゃないかなと思います。おお、これはなかなかかっこいいんじゃない？ねえ。おお、これは素晴らしい。真のバスターオーレンジャーロボになることができたかと思います。おお、なかなか満足度が高いぞ。はい、ケンタさん、バスターオレンジャーロボの顔好き。ああ、これね、強化感があって非常にいいですよね。なんか武骨な感じがあって、強いロボットになったぞっていう感じがありますよね。チャンさん、皆さん好きなマシン銃はいますか？自分はバラリーベンジャーです。あはは、非常にこのオーレンジャーロボの、オーレンジャーのね、オーレンジャー談義に花が咲くというね、ありがとうございます。チャンさん、背中を預ける相棒感、そこからの合体、熱いな。できればレッドパンチャーの足パーツが下体になったらもっと差別化できたかも。確かに確かにそうですね。あの、レこれがね、レッドパンチャーは上にこうボーンと乗るだけで、下はね、下駄としては履かないんですね。後ろにこうくっついてるだけなんでね。うん。確かに。ちょっとね、下駄になってくれたら、下駄と頭部と挟み込むことによって、そこそこね、なかなかこう、強化感が出たかもしれないですよね。うん。つとむえなきさん、ヘルメットがスーパーターボロボそっくり。確かに。スーパーターボロボ。そっかそっか、確かにね。スーパーターボロボも、バイザーにな、バイザーみたいにね、感じで、被るんですよ。ターボラガーがこう被るような形なんですけど、うん。そこのバイザーがね、穴開いてて中覗ける感じなんですよね。うん。確かにね、うん。スーパーターボロボ味があるのかもしれない。うん。確かに確かに。じゃあさん、重砲撃形態。いやーもうね、完璧じゃない？もう、全部がこう砲撃モード、両手両足、それと背中のね、肩キャノンと、全訪問解放って感じですよね。おー。なんかね、もう究極必殺技モード的な感じでも、なかなか熱いんじゃないかなと思います。いやー、オーレンジャーロボめちゃくちゃ遊べますね。あのね、今
回の生配信で何がやりたかったかっつったら、これがやりたかったんです。これをなんとかできないかなというのを、はい、試す、生配信でございました。いやー、なんか、なので今回の、テーマは、これで、完遂できたぞというね。そういう感じすらしております。いやー、ということでですね、ちょっとごめんなさい。あれのね、予告では、バスターオーレンジャーロボオーブロッカーみたいな感じで、オーブロッカーまでね、全部、あのお伝えしようかななんていう、ご紹介しようかななんていうふうに思っていたんですけれども、もうこの時点で、なかなかいい時間になってしまったというのと、僕のですね、あの、やはりね、喉が死んでおりまして、今。おそらくですね、学校の保護者会に行った時に何らかの菌をもらってしまったというか、はい、僕の免疫力が相当下がっているためなのか、もう喉が今痛くて痛くて仕方がないというね。というところもございまして、はい、ちょっとね、予告とはちょっと、変わってしまうんですけれども、ちょっとここら辺で、今週はお開きにさせていただきたいかな、なんていうふうに思います。ね、次回なんですけれども、次回はですね、次回こそ、オーブロッカーとですね、それと先ほどね、お話に出ていた、キングピラミッタね、基地ロボであります、キングピラミッタ。こちらの方をご紹介していきたいかな、なんていうふうに思います。ね。そのキングピラミッタと絡みで、このね、またバスターオレンジャーロボ、はい、登場いたしますし、またですね、その時にはね、電池をご用意して、これのね、最大のギミックであります、ガション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 という電動ギミックもちょっと、やれると思いますので、そちらの方も、追加でね、楽しんでいきたいかな、なんていうふうに思います。ですので、ちょっと来週も、オーレンジャーでちょっと盛り上がりたいかな、なんていうふうに思いますので、ぜひぜひ、オレンジャーロボの次の皆様、それからですね、玩具ロボ玩具好きの方々、ロボ玩具好きの皆様、ご都合が合いましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。いや、すいません。ちょっとね、僕がね、今日はね、なかなか頭が本当に回っておりませんで、なかなかこう、ぼーっとしているような、配信になってしまっていましたら、申し訳ございません。いや、でもね、なかなかこう、当初ね、やりたかったことは、もう完璧な状態でできましたので、非常に満足しております。ケイタさん、オーブロッカーも楽しみにしてます。またキングピラミッドまで行かなそうだけど、また次回お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、次はキングピラミッド頑張ってやるぜ。ということでですね、今回は、ここら辺でお開きにしたいと思います。また次回も、オレンジャーでオレンジャーをロボをご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお時間ございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。